2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー32。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。リアゲートの内部です。この2つのファスナーの穴を使って手すりを固定します。最初に押しボタンを取り付けた出来方をご紹介します。後部座席側からの見えがかりです。押しボタンは手すりの左脇に貼り付けています。ゲートやワイパーカバーの上部もありですが、操作が両手になってしまうのでこの形にしました。押しボタンの配線に巻き溜めを作っているので場所は変更可能です。たった5ファイのコルゲートですが、出口で内張りが湾曲してしまうのでボタン本体までは電線だけにしました。押しボタンを左脇に貼り付けていますので片手で操作できます。左側からの外観もご覧ください。それでは動画の続きをどうぞご視聴ください。使用手すりの紹介。 300L の多分どこでも購入できる木製手すりです。ホームセンターに置いてあったので購入してきました。金属部分は亜鉛ダイカストとなっています。開封して製品を確認します。パッケージの台紙に簡単な説明があるだけです。このブラケットの底部にはこのように空間があります。この空間を利用して台座を固定する方法を考えます。長さは台座を入れて 288mm です。台座の大きさは横が 37mm です。縦が 30mm です。手すりの高さは 73mm です。手すり芯の高さは 55mm です。握るとこんな感じです。詳しくはこの後の取り付け実演動画をご視聴ください。7mm 穴でターンナットは使えるのか。リアゲートの裏鉄板を模したプレートです。鉄板には内張りファスナーを受ける 7mm の穴が開いています。これはラゲッジネットで使ったターンナットです。これを手すりの固定に使えないかと考えて試してみました。5mm と 4mm を準備しましたが、どちらも 7mm の穴には入りません。3mm では小さすぎるのでこの方法は断念してボルトを直に使うしかないようです。 7mm のボルトは入手しにくいので 6mm のボルトを使います。これは 6mm のボルトです。 7mm 穴ですから 6mm のボルトは当然入ります。手すりの固定はこのボルトを使って別の方法を考えるしかないようです。受け金具の計画。リアゲートの内張り図です。この場所の穴を利用して市販の手すりを取り付けます。内張りの断面です。手すりを描きます。長さ 300mm の手すりです。台座の部分はこのようになっています。ターンナットが使えないと分かったので新たに受け金具とスペーサーを作ります。これがスペーサーです。内張りとの間に隙間があるためそれをカバーします。そしてこれが閉じボルトを受けるプレートです。受けプレートを使った出来方です。ちなみに手すりをもっと長くしたい場合は 800L のものを使えば可能です。最長穴ピッチが 737.5mm なので台座を同じ要領で取り付けたら手すりの長さを 45mm 切断することになります。手すりは台座の中で木ビスで固定されています。取り付け穴は既存を使用していて
穴を大きくしたりの加工もしていません。なので手すりを外せば元の状態に戻せます。このように金具を製作します。手すり組み立ての説明。リアゲートの内張りです。これから取り付け手順を説明します。冒頭紹介した 300L の手すりです。まずはこれを使います。これは図面で紹介した台座を受ける金具です。3mm 厚のアルミ板を図面の大きさで切り出して磨いて 8mm の穴を開けています。この台座は15度の角度がついています。なのでビスは75度の角度がついてこのようになります。逆8の字ですね。ということはタップは角度をつけなければなりません。ビスを取り付けてみます。こんな感じです。下穴を開けるときに75度をイメージして先端の位置がずれないように穴を開けます。ぴったりでなくとも大丈夫ですが、不得手な場合は木片でジグを作るのも一つの方法です。これは 4mm10L のサラビスです。取り付けるとこんな感じになります。台座の穴は 3.5mm 用の穴なので 4.2mm にさらっておきます。これは 8mm の穴を開けたスペーサー金具です。内張り裏の隙間を埋めます。穴は中心より約 2mm 内側にずれています。詳しくはこの後の実演をご視聴ください。これは 6mm のボルトを受けるナット代わりのプレートです。これらを閉じる 6mm のボルトです。これはターンナットの説明で使ったゲート裏鉄板を模したプレートです。わざと折り返しを作って実際の離れで 7mm 穴を開けています。穴を中心からずらしたプレートを裏側に当ててみます。 R に穴が近いのでずらすことでプレートの浮き上がりを回避しています。そのため3枚のプレートは穴を内側に偏らせています。手すり組み立ての流れ。まずゲート裏鉄板の裏側にボルトを受けるプレートを置きます。次に模擬プレートの表側にスペーサー金具を置きます。その上に内張りをかぶせて手すり受けプレートを内張りの表側に置いてボルトで閉じます。この時ボルトは仮締めです。受けプレート同士の傾きと距離のズレで取り付けサラビスが合わないからです。本締めは手すりを組み立てながら行います。閉じました。あとはこの受けプレートにサラビスで閉じるだけです。これで片側ができました。反対側も同じことを繰り返します。最上段のプレート以外の2枚は鉄板に両面テープで貼り付けます。接着しないのは後で元に戻すためです。この時点でサラビスが合っているかが分かるので位置を見ながら均結していきます。手すり受けプレートは内張りと上面が揃うようになっています。終わりました。それでは実際に取り付けを実演しますのでどうぞご視聴ください。手すり取り付けの実演。模擬プレートで示したように取り付け部は湾曲しています。穴が R の部分に近いのが金具の穴を少しずらした理由です。右側の方が分かりやすいですね。おまけに平らではありません。6mm タップを作った 3mm 厚の金具です。裏には取り付け用の薄いテープ、表には厚手のテープを貼っています。指先に金具を貼り付けて手
鉄板の裏側に穴を合わせて貼り付けます。貼り付け側を厚手にするのは鉄板の湾曲を回避するためです。このようにして金具の向きを考えながら穴にアクセスします。貼り付け前に金具を動かして穴のセンターに誘導します。穴に合わせたら強く押し付けて貼り付けます。ボルトが入るか確認しておきます。薄手の両面テープをつけたスペーサー金具を前面に貼り付けます。もちろんテープを使うのは後で撤去可能にするためです。この金具の役割は受け金具のバックアップと内張り内部の隙間充填にあります。両面テープの役割は共回りの帽子とボルトを固定するまでの固着です。スペーサー金具は台座の受け金具と同じ大きさにすることでそれを支えるようにしています。同様に右側も貼り付けます。穴の位置を合わせます。ボルトの入りを確認します。スペーサー金具を貼り付けます。これで内側の金具取り付けが終わりました。内張りの取り付けに進みます。リアゲート内張りを取り付けます。押しボタン線を引き出しておきます。受け金具は左右が決まっているので確認しながら取り付けます。お気づきだと思いますが、この金具だけ鏡面に磨いています。事前のシミュレーション通りにボルトを閉じていきます。金具を留めている 6mm ボルトの頭は手すり台座の空間の中に隠れます。左側も同様に取り付けます。金具を当ててビスを取り付けます。この段階でタップ金具のテープ保持力が弱いと共回りします。かといって保持力が最強でなくともボルトがある程度締まるまで持てばもう共回りしません。終わったので金具の角度も調整します。寸法通りで作れば調整の必要はほとんどありません。手すりの取り付けビスを外します。手すりを取り付けます。サラビスを仮止めしてタップの位置を確認します。タップの位置が合っていたら一旦サラビスを外して 6mm ボルトを本締めします。その後サラビスを再取り付けして終了です。最終調整と出来型。わずか5針のコルゲートですが内張りが浮いているのでここで電線だけにするしかないようです。手すりを外してもう一度やり直します。サラビスは合っているので台座を増し締めします。スペーサーのおかげで内張りは変形しません。厚みを 2mm にすると厚すぎなので 1.5 が良いです。再度手すりを取り付けます。ここで取り付けビス位置が合うかどうかは受け金具とスペーサー金具の穴系にあります。図面でわかる通りこれらの穴はボルトが通るだけなので 8mm にしているのです。手すりの台座は十分大きいので位置が合わなければ穴を大きくして調整します。このサラビスを4本留めれば完成です。終わりました。出来型をどうぞご覧ください。
ゲートの開閉状況を再度ご覧ください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。